か大昔、世界は辺り一面雲や霧に覆われておったのでございます。ある時のことでございました。世界を覆っていた霧が突然晴れ渡り、高間ヶ原と呼ばれる天の世界が生まれたのでございます。この高間ヶ原に最初に生まれたのが、雨の水上司神ムスヒ高見ムスヒという神様でございました。最後に生まれたのがイザナギイザナミの神でございます。二人は協力して国を生み始めました。はじめに生んだのは淡路島、そして次々と島々を生み出し、それが今の日本の国の始まりとなったのでございます。国の誕生の次は風、山、木、海、川の神様を生み出しました。ですが、イザナミが火の神を生んだ時、その紅蓮の炎にイザナミ自身が焼かれてしまったのです。イザナミはそのまま息絶え、黄泉の国へと旅立ってしまいました。愛するイザナミが死んだ事実に耐えられないイザナギは、妻を連れ戻すべく黄泉の国へ向かったのでございます。愛するイザナミよ、出てきておくれ。イザナギ様、嬉しい。でももう遅いのです。私は黄泉の国の食事を口にしてしまいました。もう命あふれ元の国には戻れません。諦めるな。さあ、地上に帰って前のように二人で仲睦まじく暮らそうではないか。そうですか。では黄泉の国の神々に地上に返してもらえるようお願いしてみます。一つお約束を。何があっても決してこの扉を開けて中に入りませぬよう。なんだそんなことか。分かった。ですが、いつまで経ってもイザナミは現れません。業を煮やしたイザナギはイザナミの約束を忘れ、扉を開け足を踏み入れてしまったのです。そこで見たイザナミの姿は見るもおぞましいものでございました。イザナミは呪われた黄泉の国の神として生まれ変わっていたのです。イザナギ様を許しませぬ。覚悟なさいまし。今日から地上の者たちを1000人ずつ殺してみせましょう。毎日なんとか黄泉の国から逃げ帰ったイザナギは、黄泉の国で取りつかれた汚れを川で清めることにしました。そこで生まれたのが3人の神様でございます。名をアマテラス、ツクヨミ、スサノオという神たちでありました。この3人の登場で日本神話の世界が大きく動き始めたのでございます。アマテラスは父イザナギから高間ヶ原で天の世界を守るよう指示されました。ツクヨミは闇に包まれた夜の世界を月として照らし続けるように、そしてもう一人、あらあら、大きな体をして子供でもないのにそんなに泣くとは。スサノオは父イザナギから海を治めよと言われたにもかかわらず、
聞く耳を持たず、亡くなった母イザナミを思い、いつまでも泣いていたのでございます。アマテラスはそんなスサノオを不憫に思い、高間ヶ原に住まわせることにしました。乱暴でわがままなスサノオは本当は優しいのだと分かっていたのです。そんな姉の気持ちを知ってか知らずか、スサノオは次々と事件を起こしました。ですがどんな時もアマテラスは弟を信じかばい続けました。そんなある日のことでございます。スサノオの馬が暴れ、アマテラスが妹のように可愛がっていた旗織娘が死んでしまったのです。スサノオを高間ヶ原に住まわせ、乱暴狼藉を許していたのは全て自分の責任であると、アマテラスは天の岩屋に身を隠してしまったのでございます。そのせいで天と地から光が消えてしまったのです。このままでは世界は闇に閉ざされたまま、天の神々も地上の人間たちも困り果ててしまいました。まったくガキじゃねえのに引きこもりって大の大人のやることかね。そういうあんただって子供の頃いじめっ子におもちゃ取られて押し入れの中から出てこなかったじゃない。いつの話だっつうの。アマテラス様が男だったら私のこのボディの魅力でイチコロなんだけどね。うずめちゃんのおっぱいは国宝級だけど太玉のお腹の肉も負けてないよね。ほらほらってなんでよね。よくやりますね。そんなことよりアマテラス様に天の岩戸から早く出てきてもらわないとずっとこんなんだぞ。あたいもまがたまも輝かねえよ。洗濯物も乾かんし、暗いとなんか仕事する気にもならんしね。元はといえばアマテラス様が弟のスサノオ様をかばうから。あれでかい図体のくせに極度のマザコンだからな。イザナギ様も自分の子供となると甘いからな。まあイザナミ様目覚めが死なせてしまった負い目もあんだろうけど。おいめってなんだよ。ここだけの話な。イザナミ様はお亡くなりになったイザナミ様を黄泉の国から助け出そうとした。だがそこであまりに変わり果てたイザナミ様の姿を見て逃げ出しまったそうだ。最低。そんなことよりどうするんだいねえ。あんたのバカ力でさ、なんとかなんないのかい。いっつも山を2つ動かしたらおっぱい山作ったとか言って自慢してるじゃないか。あの今のだけは別だ。特殊合金でできていたアマテラス様にしか開けられない仕組みになってる。わかった。アマテラス様の好きなアイドル連れてくるのよ。岩戸の前で歌わせればすぐに戸も開くって。ああ、ダメダメ。なんで？スマップ。やっとするとコーラスやっとちょうどコーラス。皆さんお待ちかね。知るもの思い浮かべ登場。もしもし。なんだ思い金さんか。思い金じゃなくって知恵者の思い金。お分かり？さんつけてやったんだからいいだろう。とりあえず偉そうにあんたみたいにおっぱいもないくせにこうやって盛り上げるだけ盛り上げてるおっぱい星人と違って私はアマテラス様から高間ヶ原随一の知恵者の称号をいただいたのよ。だったら言わせてもらいますけど、あんたこの状況なんとかできんのか？皆さん聞いた？この小娘が私になんとかできるかですね。やってみせましょう。ミュージックスタート。
閉ざされているはず。それなのにこのお祭りのような楽しげな騒ぎは何？嘘。このお祭り騒ぎは何？まさか私より優秀な神様が現れて？ありえないでしょ。だって超がつく一流学校を首席で卒業したこの私より優秀な神などいるはずがありません。この美貌だってまだまだイケてる120歳美魔女街道まっしぐらのこの私より美貌と知性を持った神様が現れた。確認するのよ。この目で行くわよ。これは何かが始まる合図。間違いないわ。はあ、なんて美しさ。ああ、このような美貌の神がこの世にいたとは。負けたわ。立ちから様じゃないよ。どっせこれは鏡ということは先ほどの美貌の神様は私？どうりで美しいはずだわ。それはそうとそなたたち私を騙しましたね。許しませぬ。再びこの世暗黒の世界に。やめなさい。イザナミ様。わしはお前に天を治めよと言ったが苦しめよとは言うておらん。それに今回のことそなたのせいではない。全てはこやつを甘やかしたわしの責任じゃ。母を亡くしその傷が癒えるまでとこやつの乱暴狼藉許してきたが、それももう限界じゃ。武見和地おるか。はっ、ここに。こやつのひげを剃り手足の爪を切れ。その二つは神の力の象徴。スサノオ様とてその2つがなきゃただの人になっちゃうよ。不満か。よし分かった。それでもまだ不満ならばお前を中津国に追放する。父上、それだけは。神の能力を取り上げられ荒地の中津国に追放。下手すればよだれ死ぬぞ。姉上。よくやった。父上も姉上も殺したのを見捨てるという気だな。ああ、好きにせえ。中津国だろうと黄泉の国だろうとどこにでも飛ばしてくれ。あのスサノオが哀れなもんだな。親父の腰巾着が何言いやがる。俺はお前が嫌いだ。権力も能力も持ち合わせてるくせに母親の仕事着でうろたえ我を失うヘドだ。忘れたか。もうお前には神の力などないのだ。ほう、その面は俺が憎いという面だな。俺を憎むのはお門違いだ。憎むなら己のアホぶりを憎め。
土産だ。イザナギ様に感謝するんだ。なんだかんだ言いながら甘いんですよ。イザナギ様もアマテラス様も。いいですか、中津国ではここと違って魔物もいれば、人の弱みにつけ込んで我らを騙す輩も多くいます。あなたのように腕っぷしが強いだけでは生きてはいけない世界なんですよ。戸塚の剣はイザナギ様の殲滅だそうです。父上の他の神々は手前もありますからね。我が息子とはいえこれ以上甘やかすわけにはいかない。ただ裸で放り出すわけにもいかない。親心ってやつです。ではそろそろ中津国へ飛び立つ時間です。飛ぶがよい、中津国へ。あなたが中津国で生き残れるかどうか見ものですね。旅立ったか。大丈夫でしょうか。あやつがどれほどの男かこれでわかる。もしかの国で命を落とせばそれまでの男。しかしここで這い上がって来られるなら、混迷の中津国を治める男になりやましよう。竹見が口、雨の鳥船、二人ともよくやってくれる。ご命令なので戸塚の剣を渡しましたが、あれでよかったのか。皆まで言うなよ。は話は通しておきました。アマテラス様の願いとならば喜んでと大月姫も申しております。大月姫、そなたは一体何を。ご心配には及びませぬ。この姉からの最後の贈り物。